もう手遅れだよ。見つけたぞワンコ。肉じゃん、若い女の肉じゃん。食わせろ、その肉を僕たちに食わせろ。ワンコの肉とっても美味しいよ。いい歯ごたえだ。二人とも痛いってば。こら本気で噛むな。だったらこれでどう？ひなちゃん、何をして何って甘噛み？お、それいいな。じゃあ僕もやめてよ二人とも。それくすぐったい。ワンコったら色っぽい声出しちゃって、ここがいいのか。そんなとこ舐めないで。そんなとこってどこのことかな。このひなちゃん、いい加減にいいのかワンコ。そんなやらしい声出しちゃって。ケンスケが見てるぞ。残念。まだまだ本番はこれからだよ。そういうこと。てなわけでワンコ、覚悟。ひどいよ二人とも。あんなにやめてって言ったのに。全然大丈夫なんかじゃ
可愛かったからいいじゃん。よくないよ。ケンスケ様、どうして2人を止めてくれなかったの？直すって何のお話？さすがワンコ。どんな時でもただでは起きないよね。まさかそんな服装でケンスケくんを誘惑するなんて恐れ入ったよ。そんな格好僕には絶対に真似できないぜ。ひなちゃんに若菜まで3人ともさっきから何を。そりゃあそうでしょう。何せ健介くんの目の前であんな格好を披露しちゃったんだからね。まったく大胆だよなワンコって。だねワンコったらやらしい。あ、こけた。慌てて走りすぎよね。別に僕たちはサボってたわけじゃないぞ。そうだよ。いくらなんでもこの大事な時に遊んでられないよ。その顔信じてないなケンスケ。よしひな、教えてやれ。僕たちがいかに重要なことをしてたのか。お任せ。ケンスケくん、ひなたちは遊んでたわけでもいたずらしてたわけでもなくて稽古をしてたんだよ。甘いなケンスケは。殿の大好きな金平糖より甘すぎて笑えてくるぜ。いいかケンスケ、もしこの先僕たちが戦う相手は誰になると思う？その通り。僕たちは鬼と戦うことを想定した稽古が必要になるってことだ。分かっただろ。それ以外に何に見えたって言うんだよ。まあ今の若菜ちんの説明でわかるはずがないよね。大切なとこ全省略だし。それはそれ、これはこれだよ健介くん。それは簡単。戦う相手のことを知るのが勝ちへの第一歩だって話だよ。鬼の正体とか詳しいことはわかんないけど、鬼が人を食べるってことだけは間違いないでしょ。そこでひなたちは思いついたわけだよ。人の肉を食べる鬼の真似事をしてみれば鬼の行動が読めるようになるかもしれないなぁと。鬼役と人間役に分かれて
人間役は鬼役からひたすら逃げる。これぞ本当の鬼ごっこ。そういうことだな。そうは言うけど健介くん、これで鬼の動きがわかる可能性だってないわけじゃないでしょ。そうだぞ。今まで誰も試してないんだから、稽古に効果がないなんてわからないじゃん。あら、これは意外。思ったよりすんなり乗ってきたね、健介くん。さすがケイスケ、話がわかるじゃん。僕はもちろん一緒でもいいぞ。ひなも大歓迎だよ。じゃあどうしよっか。誰が鬼役やる？ワンコがやるから。その鬼役ワンコがやるから。はい、お任せください。さっきはよくも好き勝手してくれたよね、二人とも。やばい、からかいすぎたか？ワンコ、まずは落ち着いてひなたちの話を。わかな、ひなちゃん。ケンスケ様も覚悟はいい？何自分は関係ないみたいな顔してるのかな。私があんな恥ずかしい思いをしたのはケンスケ様のせいなんだから、その責任はしっかり取ってくれないと。だよね。30数える間だけ待ってあげる。その間に頑張って逃げてね。ひとまず茂みの中に逃げるぞ。隠れちまえばそうそう見つからないはずだ。ワンコのやつ、一度切れると手のつけられない狂犬に化けるんだよ。乱れた姿を健介くんに見られたのがよっぽど恥ずかしかったみたいだね。ちょっとやりすぎちゃったか。そこまで分かってるなら、この先3人がどうなっちゃうかも分かるよね。ワンコ、お前どうやって？いくら姿を隠そうが匂いまでは隠しきれないよ。2人ともすぐに逃げ。ごめん若菜ちん、君の犠牲は忘れない。さあ健介くん、若菜ちんがおとりになってくれてる間にひなたちは逃げるよ。それほどでも。この裏切り者。若菜、心の準備はいい？
っと見つけたよ、ケンスケ様。ワンコって誰？私は鬼だよ。それじゃあケンスケ様、覚悟はいい？いただきます。体中歯型だらけじゃねえか。それを言うならお互い様だよ。ワンコだって二人の髪跡でいっぱいなんだから。とりあえず今回は痛み分け？それで誰か今日の稽古で鬼の行動について分かった人いる？あ、そういえばそれが目的だったっけ？だよね。実際に効果があったらフォロシューたちの訓練にも取り入れようと思ってたんだけど、こりゃちょっと無理だな。それ以外に何があるんだよ。ケンスケ様が何を言いたいのかはわかるけど、ワンコたちだって最初は本気だったんだよ。もちろんヒナもだよ。効果があるものなら滝川州でも試してみるつもりだったの。なんだよケンスケ、これでも僕らはフォロ州の筆頭だぞ。一人でも多く無事に戦から帰ってこられるように、こうやっていろいろ考えるのは当たり前じゃねえか。私たちはしのちゃんみたいにすごい策を立てる頭は持ってないし、だからこそ思いついたことはどれだけ見当外れのことかもしれなくてもしっかり試していかないとなって。そう、ヒナたちはヒナたちらしくいかないとね。いいや、次の戦は黒フォロ州がどこよりも武功を挙げるからな。残念だけどケンスケ隊の出番はないぞ。それを言うなら赤フォロ州だって負けないよ。滝川州はほどほどに頑張るよ。分かってるもん、それぐらい。ケンスケ様は心配性。なんだよケンスケ、もしかしてビビってんのかよ。ケンスケくんは難しく考えすぎなんだよ。もっと軽く軽く考えて大丈夫だって。強いやつと戦えて嬉しいぐらいに思ってたらいいんだよ。それに僕らは一人で戦うわけじゃないんだからな。そうそう、仲間なんだし。で、どうなんだよケンスケ。僕たちがここまで行ってもやっぱりまだ鬼と戦うの怖いか？言うね、ケンスケくん。かっこいい。まあ僕たちと一緒に戦うってんならそれぐらい言ってくれねえとな。だねだね。
それはちょっと。